兄が結婚相手として連れてきた女性は驚くほど美しい人だった。そんな兄嫁は常に私の容姿を見下し、けなしてきた。結婚式当日も彼女の私に対する毒舌は止まらない。我慢できなくなった私は起爆剤となる DVD を式の最中に流した。そこに映っていたのは義士の衝撃的な過去だった。私は直子、姉の健二と両親の4人で暮らしている。兄は昔からイケメンと評判で自慢のお兄ちゃんだった。兄を好きな女子の話も耳にしていたが、そんな兄がとうとう結婚相手を家に連れてきた。兄が紹介したのは人形のように整った顔をした安子という女性だった。この人が結婚を前提にお付き合いしている女性だよ。はじめまして、健二さんとお付き合いさせてもらってます。安子と申します。安子はスルッと私の方に近寄ってきた。あなたが直子さんね。健二から話は聞いているわ。すごく可愛い妹さんがいるって。そんな、私なんて安子さんに比べたら。恐縮してそう告げると、安子は綺麗な顔でにっこり笑った。そうね。確かに言うほど可愛くないわね。今までどれだけチヤホヤされてきたか知らないけど、容姿は人並み以下だわ。容姿が人並み以下？初対面の、それもよく知らない女性からそう言われ、私は思わず固まってしまった。それを聞き、慌てて兄が安子を止める。おい、何言ってるんだよ。あ、ごめん。つい本当のこと言っちゃった。ごめんね、直子さん。いえ、事実なので。以来安子は何かにつけて私をけなすようになった。実家に来るたびに私が一人の時を見計らっては話しかけてくる。ねえ、直子さんってブラコンなの？え？ブラコン？そんなことないですよ。そう？でもお兄さんを取っちゃった私のこと心よく思ってないんじゃないの？まさか。むしろこんな素敵なお姉さんができて嬉しいですよ。安子にそう告げると、彼女は明らかにムッとした。素敵ですって？そんなこと言って、本当は自分の方が可愛いと思ってるんじゃないの？前にも言ったけど、あなた、それほど可愛くないからね。私、自分のこと可愛いだなんて思ってないです。はあ？嘘言いなさいよ。あんたみたいなタイプが一番嫌いなのよ。生まれた時から可愛いって周りからチヤホヤされて、何不自由なく育って。安子さん？目の前で感情を高ぶらせる安子のことが恐ろしくなっていった。あんたなんか彼氏ができたってどうせすぐ別れるわよ。あんたみたいな平凡な顔は3日で飽きられるんだから。安子は次第に両親の前でも私をけなすようになっていった。例えば、家族が増えて嬉しいわと喜ぶ両親に向かってこう嘲笑う。そりゃ嬉しいですよね。直子さんはいつ結婚できるかもわからないし。でもこれ以上家族は増えないですよ。私、子供作る気ないんで。突然の子供を作らない宣言に両親は絶句している。私は助け舟のつもりで兄に聞いた。お兄ちゃんもそれでいいの？答えようとする兄を遮り、安子は私に向かって抗議した。直子さんには関係ない話でしょ？これは私と健二の問題なの。結婚するって決めた時から、私は子供は作らないと健二に伝えてあるんだから。ごめんなさい。安子の剣幕にそれ以上何も言うことができなかった。だが、もともと兄は子供が大好きだったはずだ。兄は本当は我慢しているんじゃないか。そう思うと心配になる。気まずくなった私は空気を変えようとお茶を入れにキッチンへ向かった。すると安子も後に続き、
こっそり私に尋ねてくる。さっきの話だけど、直子さんは子供が欲しいわけ？あ、はい、一応。好きな人との子供だったら欲しいかなって。親の都合で子供を生み出すなんてかわいそうだとは思わないの？どういう意味でしょう。あんたみたいな容姿じゃ子供も不細工になっちゃうでしょ。それじゃかわいそうじゃない。本当に子供が好きなら子供の幸せを一番に考えるべきでしょ。不幸になるのが分かってて子供を産む方が人としてどうかしてるわよ。そんな、幸せかどうかは見た目だけじゃ決まらないはずです。その考えが甘いっていうのよ。安子の大声に驚き、ビクッとなってしまう。心配した兄がやってきて、話はそれきりとなった。以来、子供の話には触れないまま、安子と兄は結婚式の準備を進めていった。兄に見せてもらった安子側の招待客は、会社の人間ばかり。親戚どころか両親の名前もない。安子さんの招待客、これだけ？そう尋ねると、兄は安子から聞いた話を教えてくれた。兄によると、安子の両親はすでに他界しており、親戚ともほとんど付き合いがなく、結婚式には来れないのだという。兄の方はもちろん両親も私も親戚も皆出席する。かなりバランスが悪くなってしまうが、安子はそれで構わないと言っているそうだ。そして迎えた結婚式当日。参列して私は驚いた。安子側の招待客は皆美男美女揃いだったのだ。すごい。みんなモデルさんみたいに綺麗ですね。思わずそうつぶやいた私に、安子は小馬鹿にしたように言った。そうね。人間は同じレベルで集まるものなの。会社でも、私と仲がいいのはみんなあのレベルの容姿の人たちよ。まあ、ケンジもそこそこイケメンだから、私の隣に並んでもふさわしいし、だから夫として認めてあげたのよ。でも、同じ兄弟でもあなたは落第点ね。どう見ても見劣りするわ。確かに、あのハイレベルな人たちといつも一緒にいたら、私なんて不細工に見えてしまうだろう。私がシュンとしていると、安子は愉快そうにこう言った。ごめんなさい。また本当のこと言っちゃったかしら。でもね、ブスでも悲観することないわよ。きっとブスはブスなりに、そこらのブサイクな男が拾ってくれるんじゃない？そんな、ひどい。あ、私の友達にちょっかい出すのはやめてね。どう考えても釣り合わないから。安子が高笑いしていると、背後から兄が登場していった。言いたいことはそれだけか？ケンジいたの？ああ、さっきからずっと聞いてたよ。もう気が済んだろ。そろそろ行こう。兄はそのまま安子を連れて式場に入った。私のことをかばってもくれなかった。ショックを受ける私に、安子はすれ違いざま、勝ち誇ったような笑顔を向けてきた。大好きな兄が選んだ人だからと我慢してきたが、次第に怒りがこみ上げてくる。どうして私がこんな風に蔑まれなきゃいけないの？兄はどうしてこんな人と結婚しようと思ったんだろう。そう思っていると、兄がさっと私のもとへ駆け寄ってきた。直子、今まで我慢させてごめん。一つお願いがあるんだ。兄はそう言って、私に手紙と DVD を渡した。兄から受け取った手紙を読んで私は軽い衝撃を受けた。そういうことだったの。手紙を読み終えると同時に式が始まった。進行役が二人の馴れ初めである仕事の話やデートエピソードなどを写真付きで次々と紹介していく。美男美女カップルだな。ああ、お似合いだな。と、写真が写されるたびに会場から歓声が上がる。だが、そうやって華やかでいられるのは今だけだ。私は兄の合図を待った。
二人の紹介が一通り終わると、おもむろに兄が口を開いた。実は、俺と安子との出会いは、社会人になってからではないんです。それを聞き、招待客以上に驚いていたのが安子だった。同時に兄が私に目で合図を送る。ようやく私の出番だ。さっと前に進み出た私は、兄から渡されていた DVD をセットしてスライドを流した。それは高校時代の兄の写真だった。今よりも少し若いが、当時からモテていたのがよくわかるほど容姿が整っている。写された写真を見ながら兄は続けた。俺が安子と出会ったのは高校生の時でした。次に映し出されたのは一人の女子高生の写真だった。太い三つ編みに黒縁眼鏡、顔はニキビだらけでおしゃれとは程遠いやぼったい女の子だ。何あれ、ダッサ。芋じゃん。安子の招待客たちがゲラゲラと笑い出す。彼らを一睨みして兄は言った。彼女が俺と出会った頃の安子です。兄の言葉に会場は騒然となった。え？だって全然今と違うじゃん。今までは化粧で化けてたってこと？これって整形じゃない？ひときわ大きな声で放たれた整形という言葉に会場は凍りついた。安子の友人たちがこぞってそれに同調し始める。マジ？作り物ってこと？本当はあんなブスのくせに私たちと友達面してたわけ？最低。あんな面で私たちと同類なんて言ってほしくないんですけど。安子にはまんまと騙されたわ。もうやってられない。友人たちは怒りながら帰っていった。安子の言う通り、世の中似たレベル同士が集まるものだ。中身までも安子そっくりな彼らの行動に、私は思わずほくそ笑んでしまった。安子が怒りに震えながら私に近づいてくる。ひどい。どうしてこんなことするのよ。私に恨みがあるなら直接言えばいいじゃない。私は慌てて弁解した。何か誤解してますけど、これは兄から頼まれたんです。安子は驚いて兄を見た。ケンジが？じゃあケンジはずっと私がブサイクだとバカにしてたのね。こんな風にみんなの前で人を嘲笑うなんてひどいじゃない。すると兄は優しく安子に言った。違う。俺は安子に思い出してほしかっただけなんだ。思い出すって何をよ。昔の優しかった安子をだよ。兄の突然の大声に安子はびくりと体を震わせた。高校生の頃の安子は見た目で人をバカにして傷つけるような子じゃなかった。直子にあんなひどいことを言う子じゃなかったんだよ。うるさい。生まれた時から見た目が良くて、いっつも周りから優しくしてもらえるケンジには、私の気持ちなんてどうせわからないわよ。わかるよ。それに気づかせてくれたのが安子なんだ。兄は確かに昔からモテていたが、一時期ニキビがひどくなり、当時付き合っていた彼女からニキビを理由に振られたことがある。ニキビで顔がボロボロの時期、学校帰りに雨の中を走っていたら、水たまりに足を取られて転んでしまったそうだ。泥だらけの兄を見て、周りの女子たちはクスクス笑うだけだったが、一人だけ手を差し伸べてくれた子がいた。それが安子だったのだ。安子は自分が汚れるのも構わず、持っていたハンカチで兄の汚れた服を拭き、傘を貸してくれたという。すると安子もようやく思い出したのか、驚きながらこうつぶやいた。ケンジが、あの時の？ああ、あのニキビ面の男が俺だよ。兄は話を続けた。それから俺は、電車で安子を見かけるたびに目で追うようになった。他の女子高生たちが電車の中で騒いでいる間も、
安子はおばあさんに席を譲ったり、静かに本を読んだりしていたよね。そんな姿を見て、俺は安子にどんどん惹かれていったんだ。でもある時から、安子はパタリと姿を見せなくなってしまった。ああ、それは、親の都合で引っ越すことになって。安子の言葉に、賢治は静かにうなずいて続けた。それきりずっと会えなかったが、安子のことはずっと頭の片隅に残っていた。だから社会人になって再会したとき、すぐに分かったんだ。いや、すぐにではなかったな。その時すでに安子の見た目はだいぶ変わっていたから。ええ、そうね。でも、声を聞いた時にもしかしてと思ったんだ。その後、偶然安子が持っていたハンカチを見た。それはまさに、雨の日に俺を拭いてくれたハンカチだった。それで確信したよ。だから、知り合ってすぐに告白してくれたの？ああ。仕事で接点ができたから、初対面のふりをして、猛アプローチしたよ。周りからは、面食いだなとからかわれたが、俺は君の顔に惚れたんじゃない。当時の心優しい君を知っていたからこそ、猛アプローチしたんだ。兄は一つ咳払いをし、安子の顔を覗き見た。俺は、君にいつ高校時代の話をしようか迷っていた。だが、付き合ううちにあることに気づいてしまった。あること？私の見た目が変わったことじゃなくて、安子は見た目だけじゃなく、性格すらも変わってしまった。そう気づいたんだ。安子が私に見た目のことで嫌味を言っているのを、兄は全部わかっていた。だが、いつか安子が元の優しい彼女に戻ってくれるのを兄は信じていた。結果、一向に変わる気配のない安子を見て、兄はついに行動を起こしたというわけだ。兄は真剣な表情で彼女に告げた。安子、昔を思い出してほしい。いくら汚くても、俺に手を差し伸べてくれた安子は、まだ君の中にいるはずだ。見た目にとらわれちゃダメだ。それを聞き、安子がいつになく声を荒げた。見た目にとらわれるな。最初から恵まれた見た目だからそんなことが言えるのよ。ブスだブスだと言われ続けてきた私が、そんな風に思えるわけないでしょ。見た目の美しさが人の優劣を決めるの。だから整形までして顔を変えたのよ。俺はそうは思わない。君の周りにいる友人たちは確かに見た目は美しい。でも、さっきみたいに君の昔の写真を見て嘲笑っている姿には醜さしか感じなかった。高校時代の君の方がよほど魅力的だよ。その言葉に安子はハッとした。彼女の表情が途端に柔らかくなっていく。ケンジ、見た目が変わっても私のことをずっと好きでいてくれたのね。もちろんだよ。俺が好きなのは安子の内面なんだから。見た目は関係ない。それに、整形したこと自体も俺は別に否定はしない。自分が生きやすいように努力した結果なんだと思ってるよ。ありがとう。でも、整形嫁なんてきっとみんな嫌がるわよね。そんなことはない。実はここに呼びたい人がいるんだ。兄はそう言って入り口のドアを開けた。そこに立っていたのは高校時代の安子にそっくりな男女だった。二人の顔を見て安子が泣きそうになりながらつぶやく。お父さん、お母さん。安子は整形したことをずっと両親に言えずに実家にも帰れずにいたそうだ。もちろん結婚式にも呼べず、兄には両親はすでに他界したということにしたらしい。そこで兄は高校時代のつてをたどり、安子の両親に連絡を取り、今日の結婚式にこっそり招待したというわけだ。兄は優しく安子に言った。安子のその優しい性格はご両親譲りなんだよ。話せばきっと分かってくれる。安子は泣きながら両親に抱きついた。
父さん、お母さん、ごめんなさい。すると彼女の両親は目に涙を浮かべてこう言った。いいのよ。ずっと苦しかったのね。気づいてあげられなくてごめんね。お前が元気でいてくれたら、俺と母さんはもうそれでいいんだよ。こうして安子は両親と和解した。兄は改めて義両親を席に座らせ、結婚式をやり直した。昔の思い出に花を咲かせる安子と兄、そして両家の親たち、みんなそれぞれが幸せそうだった。それから数年後、二人の間には可愛い子供が生まれた。あんなに子供を拒んでいた安子だったが、本当は子供が欲しかったらしい。ただ、生まれてきた子供が自分に似ていたらと思うと、怖くて子供を作ることができなかったという。あの時彼女が私に言った言葉を改めて思い出す。あんたみたいな容姿じゃ、子供もブサイクになっちゃうでしょ。それじゃかわいそうじゃない。本当に子供が好きなら、子供の幸せを一番に考えるべきでしょ。不幸になるのが分かってて、子供を産む方が人としてどうかしてるわよ。あれは実は、安子が自分自身に言い聞かせていた言葉だったのだ。自分の弱いところをすべて兄に打ち明けた安子は、改めて私にも謝罪してくれた。直子さん、今までひどいことばかり言って、本当にごめんなさい。あなたを一目見た時から、私はあなたが羨ましかったの。私がですか？ええ。私が結婚式に招待した友人たちと違って、あなたは自分の見た目をひけらかすことなく、まっすぐに育っていた。見た目も心も綺麗な人がいることが悔しくて許せなかったの。思い出してみれば、私に放ったひどい言葉はどれも安子のコンプレックスの裏返しだったのだろう。私は恐縮気味に安子に告げた。そんな、もういいんです。過ぎたことですから。それに、最初に私が言った言葉は本当ですよ。安子さんみたいに素敵なお姉さんができて私は嬉しいんです。お姉さんは高校時代に悩んでいた兄を救ってくれた恩人ですから。やっぱりあなた、かなりのブラコンね。もう、違いますって。でも、兄を傷つけたら承知しませんからね。もちろんよ。私と安子は今度こそ本当の家族になれた気がする。兄夫婦の幸せを妹として陰ながら見守っていこう。